スーパーカブっていうアニメの放送が始まりましたね。なんかよくある女子高生ものかと思ったら、やっけに渋くて普通のアニメとちょっと違う不思議なムードのアニメですよね。これでカブに興味を持つ人増えそうですよね。実際カブってすごい魅力にあふれたバイクで、老若男女実用にもレジャーにも使える万能バイクなんですけれども、一方で操作方法が特殊で使い方を知らないとスムーズに乗るのが難しいんですよね。アニメでね、そこ触れられていなかったので、株に興味を持った人が知らずに乗ると戸惑うんじゃないかなと思いまして、旅級もね、初めて株に乗った時は変速ショックが大きすぎて腰痛になるかと思ったんですよ。他のバイクと違ってね、教習所などで教わる機会もないですし、今回は株を乗る上で知っておきたいエンジンのかけ方とギアの変え方を紹介してみようかなと思います。注意点としまして、スーパーカブってほとんどの方で操作方法が統一されているんですけれども、一部の株は操作に微妙な差があったりするので、今回は一般的な株の操作方法を紹介していきます。それと、他の人がやってはいけないって紹介している内容を紹介したり、逆もあるかもしれないんですけれども、旅級は株って単一の正解の乗り方が確立しているわけじゃなくて、いろんな乗り方を楽しむバイクだと思っています。なので、旅級流として見ていただけたら嬉しいです。それでは、エンジンをかけていきましょう。まずは一番一般的なセルモーターを使った始動を紹介します。この方法は他のバイクと同じで一番簡単です。キーをオンの位置に回します。FI 採用の株ならこの時燃料ポンプの音が鳴るので音が途切れるまで待ちます。ニュートラルランプが点灯しているのを確認してギアがニュートラルに入っていることを確認します。ニュートラルランプが点灯していない時はシフトレバーを数回踏んでギアをニュートラルにします。あとはスタータースイッチを 2,3 秒押せばエンジンがかかります。年式によってはセルがついていないものもありますね。アニメのスーパーカブでもキックで始動してました。またバッテリーが上がっている場合もセルは回りません。その場合もキックスタートをします。それじゃあかからないよ。あとキックって楽しいですもんね。で、一般的なフューエルインジェクションのバイクってバッテリーが上がるとキックでもエンジンがかからなくなっちゃうので、バッテリーが上がった場合にキックしちゃいけないよって紹介されている場合もあるんですけれども、株ってキックした時の発電力でフューエルインジェクションを瞬時に動作させる謎技術があるので、バッテリーが上がってもキックで始動できちゃうんですよね。いや、すごいホンダ。キックのやり方ですけども、最初はセルを回す時と同じでキーを回して燃料ポンプの音がする場合は音が途切れるまで待ちます。そしてニュートラルを確認してキックペダルを開きます。キックペダルを軽く踏み込んで硬くなるところを探します。ここがエンジンを一番かけやすい場所、圧縮上支点です。もしも行き過ぎちゃった場合はもう一回踏み込めば圧縮上支点に戻ってきます。圧縮上支点を見つけたらレバーを上げて思いっきり踏み込みます。圧縮上支点を探す理由は大きく2つあって、1つは怪我を防ぐため、もう1つはエンジンをかけやすくするためです。圧縮工程は回転中一番抵抗が大きいので、速度が乗る前に圧縮工程に入っちゃうとキックレバーが突然止まることがあるんですよね。この時に足に負担がかかったり、レバーから足を踏み外してすねやふくらはぎにぶつかると結構痛いです。もう一つ、エンジンは吸入、圧縮、膨張、排気の4工程で動きます。エンジンを始動するにはガソリンを混ぜるために十分に吸入速度を上げる必要があるんですけれども、膨張工程の始めからキックすれば排気工程からの回転速度を上げることができるので、排気と吸入の勢いを稼ぐことができます。なんかめんどくさいなと思ったそこのあなた、ご安心ください。実のところ、株のような小排気量車の場合は圧縮上支点じゃなくても始動できる場合が多いです。で、欠沈もそこまで強くないです。試しに圧縮上支点をわざと超えてみましょう。この状態からキックしてもエンジンかかっちゃいます。それじゃあかからないよ。実際多くの株ユーザーは圧縮上支点を意識してないと思うんですけれども、指導性が悪い時とか足が痛い時は思い出してあげてください。あとキャブ車の場合、真冬の初回はチョークを引くことで指導性が増したりするんですけど、これもね、大してそこまでしなくても普通はエンジンかかると思います。むしろ慣れないうちはプラグをかぶらせる原因になりがちなので、触らない方がいいかなと思います。株だけにね。注意点として、エンジン始動したら必ずキックペダルは畳んでください。開いてると右足をつこうとした時にズボンの裾に引っかかって危なかったりとか、あとね、なんといってもかっこ悪いですからね。
慣れてくると無意識で足がキックペダルを倒すようになります。これができるとかっこいいですよね。次に第3のエンジンのかけ方として押し掛けを紹介します。押し掛けはその名の通りバイクを押しながらエンジンを始動する方法です。一般的に押し掛けって立ちこけのリスクがあるのとバイクに負担をかけちゃうので緊急用ってされてるんですけれども、旅級は押し掛け大好きなんですよ。押し掛けするメリットっていろいろあるんですけども、キックレバーが折れていてもエンジン始動できるとか、クランキングが長いからキックよりも始動性がいいとか、で慣れてくるとキックどころかセルよりも早くエンジン始動できたりしますね。あと地形によってはね、結構楽に始動することができたりもします。であとやっぱり何といっても楽しいですよね。それでは押し掛けの方法を紹介します。一番簡単な方法はこれです。バイクにまたがってキーをオンにしたらギアをニュートラルに入れて右足で株を切り出します。十分に速度が乗ってきたらチェンジレバーの後ろ側を素早く蹴ってギアをトップギアに入れます。エンジンブレーキがかかって株が重たくなるので気合で押し込みます。ギアを一速に入れるという方法もあります。エンジンブレーキがより強くかかるのでショックが大きくなるんですけれども、クランクシャフトが回る回数が多いのでより低速でかかりやすくなります。走りながらチェンジペダルを踏むなんて無理っていう人はギアをトップギアに入れたまま株を押してエンジンを始動するという乱暴な方法もあります。加速がない分力は必要なんですけれども、やってみると面白いかもしれないです。下り坂を使えばもっと簡単に始動ができます。エンジンキーをオンにしたらギアを2速に入れます。このままでは動かないのでチェンジレバーの上側を踏み込みます。レバーを踏んでいる間は株を動かせるので、そのまま下り坂を下って速度が乗ってきたらチェンジレバーを離します。するとエンジンがかかるのでそのまま走り出すことができます。慣れてくると押し掛けはキックやセルよりも早く発進できるようになります。セルだとキーをオンにして燃料ポンプが止まるのを待ってセルを回してギアを入れてやっと発進できますけれども、押し掛けではキーを回してチェンジレバーを踏み込んだらバイクを押して速度がついたらそのままチェンジレバーを離すとエンジンがかかって走り出すことができます。自転車感覚ですよね。次にギアチェンジの方法を紹介します。スーパーカブのギアチェンジはやや特殊なので最初は戸惑っちゃいますよね。カブは大きく分けて2種類のクラッチがあります。昔のカブはシングルクラッチで最近のカブはデュアルクラッチになりました。シングルクラッチの場合はちゃんとギアチェンジをしないと強力な変速ショックが発生します。デュアルクラッチの場合は発進用と別に変速用の滑らかなクラッチがついたので変速ショックがだいぶ抑えられました。特にシフトアップの時はほとんど何も考えなくてもスムーズにつながってしまいます。けれどもシングルクラッチの株でも心配不要です。コツさえつかめばすぐに滑らかなギアチェンジができるようになります。それにデュアルクラッチの株でも同じ操作方法を使うとさらに滑らかなギアチェンジができるので、株に乗るならぜひ知っておきたいテクニックです。どちらのクラッチでも働きは同じです。停止時のためにエンジンの回転数が落ちるとクラッチが切れて、発進時に回転数が上がるとクラッチがつながります。そしてギアチェンジのためにチェンジレバーを踏んでいる間はクラッチが切れます。チェンジレバーを戻すとクラッチがつながります。切れる、つながる、切れる。これはシングルクラッチのタイプもデュアルクラッチのタイプも同じです。違いはただデュアルクラッチの方が多段の湿式クラッチになっていて、つながりが滑らかになっているというだけです。チェンジレバーを踏み込むとクラッチは切れるのでエンジンの回転数を上げても加速しなくなります。これを使って足を踏み込んでいる間にエンジンの回転数を調整します。シフトアップの時、スロットルを開いたままにすると負荷がなくなって回転数が上がってしまいます。シフトアップしてただでさえ同じ速度なら回転数を落とさないといけない時に回転数が上がるのでシフトショックが起きてしまいます。そこで回転数を落とすためにシフトアップのタイミングでアクセルを戻してあげます。戻す速度は状況によって変わるので操作しながら慣れていくしかないんですけれども、大まかな目安はシフトレバーを踏む足と合わせて手を動かす感じです。実際にはだいたいこれぐらいの速度ですね。反対にシフトダウンの時は回転数を上げるためにアクセルを煽ってあげます。
例外もあって、峠道を登るときなどさらに加速力が欲しくてシフトダウンするときはすでにアクセルを開いているはずなので、そのままで大丈夫です。逆にアクセル前平で坂道を下っているときにエンブレを緩めたくてシフトアップするときもすでにアクセル前平なので、アクセルは閉じたままで大丈夫です。回転数を合わせられるようになると好きな速度域で好きなギアを使えるようになるので、運転の幅が広がります。例えば急な下り坂でもギアを落とすことでドラムブレーキを使わずに減速することができるようになります。ドラムブレーキはネットを持ちやすくて危ないので、うまくエンジンブレーキを組み合わせてやりたいですね。でブレーキの寿命も伸びますしね。今全くドラムブレーキ使ってないです。これぐらいの下り坂でもエンジンブレーキだけで速度をかなり落とすことができます。ドラムブレーキを使うときもあらかじめエンジンブレーキを効かせておけば滑らかに強めにブレーキをかけることができます。次にトルクが欲しくてシフトダウンするときですね。今はフルソロットルなんですけども、同伴で力がちょっと足りないのでシフトを下げてトルクをかけてみましょう。デリカに追いついちゃいましたね。滑らかにシフトチェンジしたいときは足を戻すのをゆっくりしてあげるとクラッチのつながりがゆっくりになるので、回転数が多少ずれててもギクシャクしづらくなりますよ。ギア付きに乗る楽しさって運転の幅を広げられることだと思ってます。ローギアで回せばね、こんな感じにスポーティーな感じで走ることもできちゃいます。で逆にね、ハイギアでのんびり走ることもできます。この表情の豊かさがカブの楽しみだと思います。カブはね、やっぱりこんな風にトロトロとのんびり走ると楽しいですよね。景色を見ながらこのなんかトロトロとした音もまたこう癒しを生んでくれる感じですよね。燃費も良くなりますしね。カーブの前でシフトダウンしてエンブレで減速すれば高回転のまま立ち上がれるので、トルクフルにスムーズに加速ができますね。これもカブの隠れた魅力ですね。エンブレを使えば長い下り坂でも楽に降りられますね。そういえばスーパーカブは遠心クラッチを使ってるんですけれども、エンジンの回転数が落ちてもタイヤが回っていればクラッチは切れないんですよね。おかげで CVT のクラッチにありがちな峠道でクラッチが切れて、アクセルをひねった瞬間クラッチがつながっていきなりエンブレが効くみたいな現象に悩まされなくていいっていうメリットもあります。シフトチェンジだけじゃなくてカブは様々な乗り方や遊び方があるバイクなんですよね。もしこの動画でカブに興味を持っていただけたら嬉しいです。カブの運転に慣れてきたらぜひ独自のアレンジを加えてみたり、他の人の動画を見て、こんな運転があるんだなっていろんな運転方法を見て調べて遊んでみてください。きっとカブの楽しさが数百倍になると思います。じゃあ最後にね、余興として激坂チャレンジ。果たしてスーパーカブをこの急坂で登りながら押しがけできるかをやってみようと思います。で実際ね、こんなことやらないといけない場面はまずないと思うんですけど、いかにねスーパーカブの押しがけというのが簡単かというのを証明するためにやってみようと思います。そうだね、こう力のない人とかがちょっとね押しがけきついよっていう場合にこうやれば押しがけしやすいよという見本にもなると思いますので、試しにねここから上り坂でちょうどカメラの前でねエンジンかかるぐらいの気持ちでいきます。エンジンかけてニュートラルを確認して、で押しながら、上り坂なので一速だとエンジンブレーキできっと負けてしまうと思うので、ギアを下のギア押して4速でいきます。だからねちょっと速度は乗らないとちゃんと回ってくれないのでね、頑張りますよ。せーの。おやいやしゃ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 エンジン始動性。急なところ行こう。さすがにね、これはちょっと簡単すぎたので、もうちょっと坂が急なところでやってみようと思います。じゃあこのちょうど坂が急になるあたりからやりましょうかね。でね、押しがけは基本的にはまたがった状態でね押すのがいいんですけど、やっぱねそのまま乗れるしねいいんですけど、実は力を入れやすいのはねやっぱ降りた方が力を入れやすいので、こういう上り坂の時は降りてギアをねニュートラルに入れますよ。これ大事ね。ここから押して、でちょうど坂が一番急なあたりでねエンジンかけるつもりでいきましょう。まずはこうもう力で押していく感じですよ。
どうぞどうぞ。力で押して、重たい重たい重たい。よいしょ。重たい重たい重たい。よいしょ。かかりました。かかりましたよ。で、かかったらギアをニュートラルに。これあんま早く回しすぎるとクラッチつながっちゃうので、その時はブレーキ踏んで止まってください。そしたらね、勝手にクラッチ切れるから。よいしょ。それじゃあかからないよ。